こんにちは、月島です。今回は Waves の API アナログイコライザーをシミュレートしたプラグインの API550 と API560 をレビューしていきたいと思います。目次です。API イコライザーとは 550A の使い方、550A を音源にかけてみる、550B の使い方、550B を音源にかけてみる、560の使い方、560を音源にかけてみる。最後にまとめと次回予告です。それでは API イコライザーの概要から見ていきたいと思います。今回レビューする 550A、550B、560 は1960年代に開発された実機のイコライザーをモデリングして再現されたプラグインです。550AB はパラメトリックイコライザーで、560はグラフィックイコライザーです。これらはランチボックスタイプで購入することが可能です。また、任意で Q 幅の設定はできませんが、プロポーショナル Q と呼ばれるゲインが少ないときは Q 幅は広く、ゲインを大きく設定すると Q 幅が狭くなるという特徴もプラグインで再現されています。それでは 550A から見ていきたいと思います。550A は3バンドのパラメトリックイコライザーです。上からハイフィルター、ミッドフィルター、ローフィルターのつまみがあります。それぞれのフィルターの青いつまみで任意のカットオフ周波数を指定して、白いつまみでゲインを操作できます。ローフィルターつまみの下にある FLTR という切り替えスイッチはバンドパスフィルターのオンオフ設定です。グラフで表示するとこんな感じです。50Hz 以下と 15kHz 以上が 3dB オクターブのカーブでカットされます。このプラグインは最小が 6dB ですので、これより緩やかなカーブになります。ローフィルターとハイフィルターはベル、ピーキングタイプとシェルビングタイプの2種類を選択できます。真ん中のインボタンはイコライザーのオンオフを設定します。オフにするとイコライザーはカットされますが、アナログのキャラクターは生きていて、歪みや倍音は入る状態になります。右側はプラグインの出力レベルを操作します。また POL は位相の操作、API のキャラクターがいらない場合はアナログスイッチをオフにすればカットできます。次は音源に 550A のプリセットをかけて視聴してみたいと思います。キックドラムのトラックで BD1 というプリセットを選択しました。設定数値を見てみると、ローフィルターとハイフィルターでゲインが 6dB に設定されていて、大胆なセッティングだなと思いました。設定したパラメータを Pro EQ2 で再現してみました。Q 幅の設定数値はよくわからないので、Pro EQ2 の初期設定のままです。まずはイコライザーを通さないバイパスで音源を再生します。次に 550A をオンにして再生します。キックの芯が出てきた感じになっています。次は同じ感じにセッティングした Pro EQ2 で再生してみます。比べてみると 550A の方が前に迫ってくるような締まったサウンドになっています。次は 550B の使い方を見ていきたいと思います。550B は4バンドのパラメトリックイコライザーです。上から4つのつまみがあり、周波数とゲインを設定できます。550A と比べると操作できるバンドは1つ増えましたが、バンドパスフィルターがなくなっています。
ローフィルターとハイフィルターはスイッチを使用してベル、ピーキングタイプとシェルビングタイプの2種類から選択できます。また一番下のインボタンは 550A と同じ機能でプラグインのバイパスではなくイコライザーのオンオフを設定します。右側のアウトプットセクションは 550A と同じです。次は音源に 550B のプリセットをかけてみて視聴をしてみたいと思います。今回はベーストラックにかけてみたいと思います。ベース1というプリセットを選びました。このようなセッティングになっています。Pro EQ2 で再現してみました。こちらも Q 幅は Pro EQ2 の初期設定のままです。まずはイコライザーを通さないバイパスで音源を再生します。次に 550B をオンにして再生します。次は同じ感じにセッティングした Pro EQ2 で再生してみます。同じようにセッティングしましたが 550B の音の方が私は好みです。次はキックドラムとベースを合わせて再生してみます。まずはバイパスです。次は550をオンにして再生します。次は同じようにセッティングした Pro EQ2 を使用して再生してみます。いかがだったでしょうか。ベースやキックドラム以外のプリセットも割と大胆なセッティングが多いです。見ていてとても楽しくて勉強になります。次はグラフィックイコライザーの560を見ていきたいと思います。560は左側にある周波数のスライダーを操作してイコライジングします。下部のインボタンと右側のアウトプットセクションの機能は550と同じです。次はいくつかの音源に560のプリセットをかけてみて視聴してみたいと思います。アコースティックギターにかけてみます。まずバイパスで再生します。次は560をオンにして再生します。高音域は強めの設定ですが、ぼやけた感じが取れてすっきりしています。次はベースのトラックにかけてみたいと思います。ベース1というプリセットです。まずはバイパスで再生します。次は560をオンにして再生します。なかなか締まって良いサウンドだと思います。次はパラメトリックイコライザーの 550B をかけた音と比較してみます。
同じ音源に 550B と560をかけてみて、私は560の方が好みのサウンドに感じました。次はまとめと次回予告です。前回の V シリーズのレビューの時もそうでしたが、これらアナログ系のイコライザーはイコライジングの自由度は限られますが、味とキャラクターを付加できますので、とても音が締まってかっこよくなると私は思っています。ただ、楽曲のミックスをするときは音全体を見なければなりませんので、逆に締まっていない音の方が馴染む場合もあります。私は音をブーストしたいときにはアナログ系のイコライザーを積極的に使用しています。次回は以前にレビューした卓上専用スピーカースタンドアイソアコースティクス社の ISO L8R155 の追加レビューをしたいと思います。このスタンドには角度調節機能がありますが、その部分が抜けていました。角度をつけてスピーカーを設置するとどうなるのか見ていきたいと思います。また次回の動画も見ていただけたら嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。